はい、こっちを乾かしてる間にですね、次こっちの作業いきます。両方いっぺんにやらなきゃ効率が悪いと思われますが、ちょっと違った方法を取ります。反対側は高級なバンパー用ではなく、多少固めのボディ用にチェンジ。こんな感じですね。ほら、よくあるパテですよこれ。このパテも付属の硬化剤と指定の分量でよく混ぜてから塗る。容量も多く安いのでふんだんに盛り付ける。しかし粘り気が強いため、際や角の形を整えるのに悪戦苦闘。むずいむずい。早く乾いて削ってからもう一回やりたい。これ1回で決めるってのは無理だよ。これは見てる人に怒られちゃう何なんだこれ。作業のしやすさはこの段階での仕上がりを見れば一目瞭然。パテが固まったらサンドペーパーで削って滑らかにしていくのだが、急ピッチで作業を進めた結果、再びトラブル発生。乾いてない部分があるのに削ると、道路についたガムのようにネチネチにこびりついてしまうので要注意だ。パテの量が足りず再度盛り付ける場合も同じように削ってスムーズにして、余分な部分を落としてからパテを盛る。これでもまだ微妙に足りてない雰囲気。夜になり気温も下がってきたところ、強行手段で作業を続ける。ボディ用パテの方も同じように削って滑らかにするのだが、こっちはぐちゃぐちゃのエッジを成形するのにまた一苦労。さっき思ったんですよ。頭がいい人だったらこういうものでこうやって初めから枠作ってからパテこうやってやれば、それでこれスッて取ればすげえピシャッとこう出たと思いません？こちらは仕上がり間近だが、なんか N とか E とか Y とか見えてきたんですけど、いいんですよ。こんなもんでいいわけじゃない。いいんじゃないんですよ。決していいんじゃなくて、こうなるんです。普通はスムージングっていうのは周りをへこめて持って平らを出してってやるんですけど、このバンパーの場合は周りをへこめられなかったので、つらつらぐらいまでになったら上出来なんですよ。こういうところなんか全然見えてないでしょ。これはいわゆる天才ですね。これは凡人。最後の一盛りは当て板を当ててしっかりエッジが出るようにする。バンパー用の柔らかいパテも当て板で角を立てて、スカイラインの文字も完全に消えるまで重ね塗りしてパテ埋め終了。ここで問題なのは当て板を外すタイミング。恐る恐る半乾きの状態でボディ用パテの方から外してみると、取れた。よかった。大丈夫じゃん。ほら、あとはほら角が立った。これだよこれ。一方バンパー用のパテの方はがっちりくっついちゃって、下手に動かすと全てが台無しの状態だが、剥がれそう。剥がれるかな。びっくりした。よかったご覧ください。角がピシャッと決まっておりますこれいいじゃん。あとは仕上げにペーパーをかけ、表面がツルツルになるまで削ればパテ埋め完成。はい、できました。ですね、時間的制約と精神的制約と体力的制約の中でですね、最大限の努力を尽くした結果がこれです。皆さんはもっと時間をかけてですね、心ゆくまで精度を追求してください。こういう板金とか塗装とかボディ加工っていうのはですね、時間をかければかけるほど良くなるのが当然なんです。朝まで DIY ではこのぐらいが精一杯です。大雑把といえどもですね、大事なところあります。こういう角とか直線とか面とか大体出たんです。こっちの面とこっちの面はちょっと違うんですけど、大体面が出て、直角が出たっていうことはですね、ほらシャキンシャキンって立ってるでしょ。こういうところが出てると大体よく見えるもんなんですよ。しかしこれが後に前代未聞の不幸を呼ぶことになる。いよいよ最後の工程、塗装。
塗装の前にはしっかりと足付けし、汚れを落とし脱脂してからサフェーサーを拭く。ここがバレバレですねへっこんでるのがバレバレですね。本来ならここでもう一回パテ埋めですよね。サフェーサーを塗るとパテ埋めが成功したかどうかがよくわかります。まんべんなく全体が同じ色になれば下地作りは終了。サフェーサーが完全に乾いてから塗料をスプレーしていく。一箇所に一気に拭くのではなく、何層も重ねていく感じで全体的に塗っていく。色がついたらなんとなく立派に見えてきたぞ。一度完全に乾くのを待ってから重ね塗りで色味を増し、塗装作業も終了。うわ、なんかスカイラインって書いてないとすげえ新鮮。なんかこの辺のパテ目がすっげえ見えますもう気のせいじゃないぐらい見えますね君ここパテ埋めしたねっていうのがすごくわかりますね。多少のムラはできたが、予定通りバックランプは塞がり、スカイラインの文字もスムージングできた。完璧ではないが OK ラインの出来だろう。しかし装着状態を眺める川崎から信じられない一言が。いやー、なんかかっこ悪いな。衝撃発言の真相がこれだ。できました。見てください。すげえかっこよくなったでしょと言いたいのは山々なんですが、なんだかちょっと違和感がありすぎのような気がしませんか。ナンバーだけのポケットになって非常にかっこよくなったと思いきや、この違和感多分ですね、僕が思うに、エッジですねあれほど大事だってエッジが立ちすぎてて普通こういうボディっていうのはこう面が取れて丸いんですよね。多分こういう風に丸くなるのがなるんですよ。くれぐれもですね、皆さん自作するときはエッジは滑らかにこう角は取る平らな面がいい加減でもエッジが出てればいいですよ。さっき言ってたでしょ違いますエッジを立てたら終わりこのコーナーですね、僕6年やらさせてもらってるんですけど、初めて完成した状態がかっこ悪いと思いましたあくまでも形はですねセンスの問題ですから、かっこよくなるかどうかは別として、やり方は今までのビデオを見てもらえばわかると思うんです。皆様もですね、僕のような失敗のないように、完成状態をよく頭に描いてから、作ってください。撮影後も後悔の言葉が止まらない川崎。この企画始まって以来の出中にも負けず、挑戦はまだまだ続く。